明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。おはようございます。おぎつとです。10時ちょうど。素晴らしい。新年一発目のライブ配信を行いたいと思います。本年もよろしくお願いいたします。今日はですね、東大寺を描いていこうかなというふうに思います。ちょっと今日遅く始まりまして申し訳ございません。で、今日大胆なもう大きな下地と、大きな下地と、細かいこう、細い描写みたいなのをちょっとお見せできればなと思います。すみません、遅くなりました。いや、単なる寝坊です。珍しく。みちみさん、明けましておめでとうございます。昨年はお世話になりました。本当にありがとうございました。楽しかったですね。いろいろね、なかなかできた、シュッシュしてます。もんじゃないですけど、昨年は年末ね、もう私もね、年末の忙しさからこの1月の暇さ、絵描かなあかんですけどね、いっぱい溜まってる仕事が出だしまして、よちよちやらなあかんなって思う仕事。すみません。皆様ありがとうございます。糸脇さんも、久保さんも、埼玉りさんも、けいこさんも、久うさぎさんもおめでとうございます。おはようございます。まさやんさんも、にこさんも、久保さんも、かねぽんさんも、おはようございますと。いや、ようやく。よいしょ。で、これね、東大寺をの方を書きますね。で、もう大胆な下地はどう書くか。もう空ですね、まずね。空と後ろのこのグラデーションを水を多くたっぷりつけて。よいしょ。いやー、なんかバタバタしてましたね。よいしょ。この辺にまでにしとこうか。よいしょ。ちょっとこう写真で見ると黄色く飛んでるんで、どない描こうかなっていうのをちょっと迷うところなんですけど、青をちょっと作ってウルトラマリン、ちょっと濃いめにねやっときましょうね。ビュよいしょ。いや年末からちょっとねいろいろこう大変だったですけどね、本当にこう、大変な思いされた方ももしかして見てたり、されるかもしれませんけど、私でできることを多少はしまして、可能ならですね継続的にできればなというふうに思ってますので、また機会があったらですね、興味あられる方はよかったら協力いただければと思います。なんかピーピー言ってんね。ピーピー言ってんね。よいしょ。デュー。上にはお兄ちゃん、下には、上には弟、下にはお兄ちゃんという、ママが一人では足りないという。ただパパが言ったら、パパは仕事してろって怒られます。はい。ちょっと斜めにして、ギューと。一回ね。こっちおいでって聞こえましたね、皆さんね。ごめんなさいね。なかなかこう新年今年はなかなか大変な幕開けだったですけどね、もう本当に早くこう見つかればいいなとか思いながら、もう祈るしかないですしね、もう頑張って自衛隊の人やら警察、その他消防皆さん頑張っていただいてですね、ちょっとねこうグラデーションがあんまり綺麗にいってないんでシュッシュッとあんまりいじらん方が良さそうだね。ごめんなさいね。何度もやってますけど、青と黄色が混ざり合って、緑になってきてますけど、ここはね、よいしょという感じで、少しこう大きなグラデーションをつけました。カネパ伊藤ちいさんおめでとうございます。もうね年始からうるさいですよ、あいつらはもう本当にね、考えられんぐらい今年もうるさいです。くるくるほいさんもよろしくお願いします。ハーモニーさんもありがとうございました。ちょっとまた
連絡させていただく方何人かいるかもしれませんけど、あゆうさんもおはようございます。よろしくお願いします。デイサニさんもおめでとうございます。夏伊藤さんも稲葉さんもおめでとうございますということで、よいしょ。ちょっと乾くの待ってる間に昨日からいくつかちょっと質問やらなんやらが結構来てたんで、それちょっと答えさせてもらえたらと思います。 iPad の方がいいかな。どれで見ればいいね。ちょっとね YouTube の履歴見られるの恥ずかしくはないですけど、昨日はね外録チャンネルの森脇健児さんのを見て寝てるというのがバレてしまうと恥ずかしいので、いや恥ずかしくはないですけど、どうやんだったっけ、 YouTube スタジオかデッサンをここまで丁寧に教えていただいてありがとうございます。シクラメンさんですね、神戸の方何やったっけな、YouTube 面白いので大学で学ぶ以上にためになるので、いいねを送りメンバーになった方がいいと思いますと。このくらいで嫌はない気も命じます。絵画の基礎や理論を知らないので、あのようなモチーフ、生物画を描いたあれですね、ということでございます。トシさんからは素早い、行動ありがとうございますと。この作品1時間、弱ですか、素晴らしいと。これやな。ご指導ありがとうございます。ちょっと長かったので、文打つのめんどくさかったのでここで答えます。先生は修正もなしに完成させてすごいですと。水彩画を修正したい場合はどうしたらいいですか。油やアクリル画は上書き修正を何度もできるので楽しいですと。じゃあもう楽しいアクリルと油絵でいいんじゃないかなと思いますけど、基本的にやっぱり透明水彩ってそんなに修正できたもんじゃないので、できても僕は多分激落ちくんぐらいしか思いつかないかなと。もう一つはですね、古い絵の具はどのくらい放置、していても使えるでしょうか。溶き油も古いものがあります。多分ね、相当古くても使えますよ。油絵がただしっかりと完成油と顔料が混ざり合って熟成されて案外いいと思います。ただ蓋が開かないと思うので、蓋を開ける際に僕はもう蓋が溶けてもええわということで、あれでライターとかでもう思いっきり溶かすぐらいまで蓋やってで、手袋とかしてぐらっとやるとだいたい開きますという感じで、すみません。ちょっと初め質問に答えさせていただきましたでまたちょっともう少し大胆な下地ということで、ちょっとだけマスキング液を使ってあります。ちょっとだけですね。この辺はどうかね、もう乾いたかね。よいしょ。どうかな。この辺はもう乾いてあるかな。よいしょ誰の声や。弟か。うっしゃい弟がいますね。最近もう喋るのがねめちゃくちゃ早くなってきて、よう喋るんですよ。もうペラ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 ね、よう喋る。で後ろの山ですね。でここもやっぱり下に向けて大胆な下地ということで、よう喋ります。まだちょっと全然乾いてないから行くのはあれですけども、ライブ配信の場合ですね、ちょっと皆さんお待たせするのもあれなんで、今日は普通のあれトくん大暴れしてますね。トくんパパのとこおいで。トくん無視を始めましたねトくんもう無視を閉めてますね。おとんのとこには行きたくないと。もうママべったり、今もうちょっと白とかも混ぜてみてます。ちょっとグレーを作ってね。もうママべったり離れないです。でちょっと大きな奥の山から手前の方の影にトくんおいで絶対来ないママお仕事してる。トくん無視をしてますね。あの人聞こえてるでしょあなたねえ、聞こえてるでしょ。
で、こう下の方に行くにつれて、今日普通の春物屋とかじゃないですよ。この辺ちょっと乾いてないからちょっとにじみ合ってますけど、パパが仕事してるから邪魔せんのって怒られてます。このなんかちょっとバーントシェンナとこの青系のこれは何だコンポーズブルーみたいな色、これも分離色ですね。ちょっとね、今日ある種の粗めを使ってます。質問があれば皆さんね少々忘れたで、質問ある方は星印つけて質問してくださいね。ちょっとやっぱここドライヤーで乾かしたからすごいムラっぽくなりそうやね。ちょっと失敗しそうやね。ここはね、ある種ある程度綺麗にいきますけどね。どこがホットかもわからない質問ある方遠慮なくしてください。新年一発目からね、ちょっといろいろ準備不足を露呈してしまい申し訳ないです。もう初めての方も遠慮なくしてくださいね。もし見てたらここで言う方が2000倍楽なので、おじさんやっぱ老眼でテレビの部屋なんで皆さんね協力いただければ助かりますと。38年前の学生の時の絵の具固まってたの使いました。もう多分ね、蓋さえ開けばなんとかなると思うんですよね。でも蓋がほとんどもう皆さん諦めてまいりますけど、もうそうなったら最後の最後、もうそれでも無理やったらもうお尻の方からズボンと切ってしまって使うとかっていう風にしたりとか。昔はなんかね、今売ってへんと思うんですけど、売ってるかな、カラーチューブって売ってたんですよ。カラーチューブで、そこにこう強引に入れ替えたりとかして、また使ったりしてましたよね、私は若い頃は。だからその辺はね、もうぜひぜひ早い、質問がある方はで、ライブ配信の特徴でいつもちょっと薄くなりすぎるというところがあるので、頑張って、ウルトラマリンとバーンとシェンナ、これ分離色ですよ。ちょっとね頑張って厚めに濃いめに、塗れるところは塗っていこうかなと。この辺はドライヤーでも乾き出してんね。日頃はもうちょっとね皆さんねそんな慌てて乾かさんでもと思うんですけどね、1時間から1時間半ぐらいでいつもある程度、私は仕上げるようにしています。登録者もゆっくりですけど伸びてきていてゆっくりですけどね。昨日なんか、久しぶりにそういうの見てたら、アナリティクスっていうんですけど、見てたら登録者230何万人のチャンネルの人が登録してて、ウィーッと思って嬉しかったです。海外の人でなんか多分ニュージーランド在住のアジア系の人やと思うんですけど、なんか面白い動画、僕も確かにこれ一回見たことあるわと思って、ちょっとなんかそういうの嬉しいですよね。友達が全然いない僕は雲ぐらいしか友達いないので、嬉しいです。おいでおいでママって言ってますね。独自の歌を作り出しましたね。ちょっとね僕はライブ配信の時は思ってるよりも薄くなってしまいますので、ちょっと頑張って濃いめに今塗っていってます。でなんか段階空からの段階のあれが世界中にまだ売ってたんですか、みちみちさん。そう僕がコメントしたやつが固定ができないし、他の人は固定できるけど。鬼好評見てました。稲葉さんもコロコロさんもおめでとうございますね。皆さん本当に
昨日一日でなんとか無事取れましたんで、こんなことやってます無事取れました。いやー、幼稚園に行ってくれんとなかなかタフやなっていうことが分かってきたんで、どうしたもんかなと。兄ちゃんとかがですね、弟が、まあ前はもう本当に朝早く職場に行って取ったりしてましたからね。それに比べると格段と楽というかですね。ごめんなさい。おはようございます。今日お絵かき教室に来ています。先生のファンも教室にいますよ。あーいあーい、誰ですか？北海道さん本当ですか？ママへのプレゼント動画、歩き方が先生そのまんまで笑ってる。ほんまにお兄ちゃんの歩き方僕とそっくりでした。ね、昔は結構僕そのカラーチューブでお金なかったからそっちの方が安かったんですけど、顔料を実際に自分で買ってきて、顔料と、ポピーオイルとか黄色系は黄色に近いような色ね、黄色系の色とかはあれをですね混ぜたりとかしてましたよ。黄色系に近いようなやつはリンシードですね。リンシードで、やったり、練ったりして、そこをカラーチューブに入れたりしてました。浪人時代、大学の時もやってたかな。大学の時、例えば大作の絵描く、修了制作なんか、確かそんなんでやって、なかなか絵の具が乾かんかって全然乾かんなと思いながら、描いた修了制作かな。嬉しいですね。そんな教室にもファンがいるんですね。友達はいないんですけどね、僕はね。本当に友達の作り方教えてほしいですけどね。でもいらないですよ、もう友達とかね。でも高校の友達がいるか。そうか。おっちゃんたちも友達ちょっといるか。飲み友達いますね。ごめんなさい。失礼しました。飲み友達の皆さん。明けましておめでとうございます。新年から飲んでるでしょ。あんたらもどうせね。という感じでございますけど。もう今年はどんな年になりますかね。なんかね、今のタイミングやったらなかなかね、選挙も難しいでしょうねというような思いでいますけど、まあこのぐらいの1層目ぐらいで、ある程度乾かしてもええかなという感じがします。ちょっとこうビビッドな鮮やかな色とかも少しこう入れつつ、まあ太いこれ4号ぐらいかな。4号の、ラフィーニってやつかなを使ってます。ほんの少しこうマスキング液がちらほら見えてるかなというふうに思います。鳥梅さんおはようございます。ドリドリママさんいつもありがとうございます。ドリドリママさんのフランスシリーズめっちゃいいですねちょっと僕がファンになってきましたよ。ドリドリママさんの、鬼高評会というのもやってますので、興味ある方は見てくださいね。僕ちょっとファンになってきました。うわ、今回のデッサンも良かった。もうなんか前の水彩も良かった。ドリドリママさんの雰囲気もね、もうそのままで良かった。なんかね、もう本当に皆さんがもうだいぶお会いしてきたのでですね、もう本当にハーモニーさんもね、明るい方でよかったねえ、もう皆さんとね今年もお会いできるか否か。おじさんは引きこもるのか、大学生時以来引きこもりたいというちょっと気持ちも出ている。どういうことかというと、でかいよね。人生で一番楽しかったのって皆さんいつですか？僕博士課程じゃなくて大学院の大学院の2年生なんですよ。もうめちゃくちゃ楽しくて、今もなんかこう2番目はやっぱ中2かな、3番目は高2かななんかそんな感じなんですけど、めちゃくちゃ楽しくてですね、もう本当にこう毎日、ろくに仕事も予備校の先生してましたけど、週1回しか行ってなくて、
ね。とても綺麗なグラデーションですが、これ透明水彩です。ひろしずさん。ひろしずさんはあれかな、あのひろしさんかな、鬼好評に出してるひろしさんかな。よいしょ。この6社ね、ずっと実は変わらないです。もうずーっと甘が変わらないで、ほとんどゆっくり伸びてるだけです。毎月500人ずつぐらい。12月ちょっと少なかったかなぐらいの感じかな。ハーモニーさん、私もドリドリママさんのファンですと。本当ね、あんま変わらないんですよ。なんか変なチャンネルやなと自分でも思いながら。年末から年始にかけてもなんかちょこちょこ仕事の話がいろいろね来てますけどね。変な、やっぱ YouTube やってるとそういうお話いただけるので、なんかありがたいなと思いながらですね、いろんな仕事もあって。で、逆に今度はちょっと上をあれにしました。高くしました。で、ちょっと今度は第2段階ぐらいの感じかな。ちょっと白を入れてみましょうね。せっかくやったらこうね、奥行きを少しこう向こうの方の山々の。ここまではっきり実は見えてません。でもなんか絵としてここがあまりにもこう白くもやかかりすぎたらと思って、少し、濃くしております。で、ちょっとこう手前の方はもう少しこう青みがかっている、ちょっとこの辺はこう茶色みがかっているこうあれですけど、よいしょ。ういちょっと慎重にいかんとこでしたね今ね。ちょっとこう繊細にいくところはちょっと繊細にいかないといけない瞬間というのがあります。そこがどこなのって言われても困ります。なかなかね、まあ見せ場とかですもんね、大体ね、そういう時ね。考えてみたらこない喋りながら絵描いてるってなかなかね。森脇健児さんもね、喋りながら漫談、走りながら漫談されるそう。知ってますか皆さんね。オールスター感謝祭 TBS のですね、あれでこう走ってはる人ですよ。ね、僕の大好きな芸人さんですね。ね、でも言うてましたよ。カツコツがコツコツがカツコツやって、あれなんかお寺に書いてあったらしいですよ。お寺のよくこう寺とかにね、なんか標語みたいな書いてあるじゃないですか。あれからパクったんやーって堂々と言うてはりましたよ。外録チャンネルというので、自分の半生を語ってますので、お暇な方いないと思いますけど、見られてはどうでしょうか。僕がようね、コツコツがカツコツやとか言うてるのは、そこから森脇健児さんのパクリじゃなく、その神社のなんか標語みたいですよ。京都のね、芸能人というかですね、芸能の方、ちょっともうここのこう関係がもう分からなくなりましたけど、ここは前ですよということとかを少し頭の中には入れつつ、少しこう2層目を今塗っていっております。この辺が全然乾いてないですね。やっぱりこうドライヤーから遠ければ遠いほど乾かんですね。
もし遠慮なく質問あったらしてください。横浜の M さんおはようございます。昨日ありがとうございました。ね、皆さんもありがとうございました。全然変わる。箱根駅伝もぶっちぎりでしたね。青学すごかったですね。やっぱあの監督すごいんですね。なんだかんだようテレビ出てるからこう批判される方もいますけど、あんだけの結果出したらもうね、でテレビ出てあんだけ監督がスポークスマンになってたらね、いい学生も来ますからね。なんかね、絶対あれは大学としてはね、ものすごい経済効果、対費用効果としては何十倍もありますよね、と思いますけどね。そこのところがあんまり理解できない人が世の中には結構いてね、あの方がテレビ出てコメンテーターとかして、ね、そこまで やったらあかんわとか言う人いはるんですけど、いやいや、あれは普通に考えたあんだけの、そして優勝までするというすごい対費用効果の青山学院というのがありますけどね。よいしょ。すいません、ちょっとドライヤーの音がわーわー言ってました。まだこう土台の段階、今2層目を塗っていっている段階です。でちょっと乾いてないところを書きました。ミノーさんもおはようございます。ミノーさんってやっぱあれなんですかね。ミノー中部地方の人なんですかね。ちょっとそのワンチンをごめんなさいね。よいしょよいしょよいしょ。もうなんか一日だけ昨日ね、ちびたち幼稚園行ったけど、また3日休みかと、ちょっと妻とどないしたもんかねって言ってます。そして今日は佐賀地方は雨ということですね。ね、斜めどのアングルがいいかな。予報は晴れになってるんですけどね、ちょっとこう被災地の方がね、こういう天気って心配ですよね。猛烈に丁寧にいきます。よいしょ。で水だけでちょっとこうグラデーションつけて、ね、私のファンが北海道にいるとね、そうやっぱ北海道若干なんかね、なんか人気ある感じしますよね。わからないけどなんかありがたいですよね。北海道はなんかようこう北海道ですとかね。やっぱ寒いと冬場やっぱり絵描くこと多くなるんですかね、お家で。適当なこと言ってますけどね。どうなんですか。よいしょ。もう雪とか積もってるんですか、北海道ね。当然こちらは積もるわけもなく、今日の気温は明日は寒いみたいですけどね、15度今日は15度って出てました。さっき予報見たらってあったかいやんけって。質問ありがとうございます。11さん、今年工房を出せるような対策用シナベニアパネル用意しようと思ってるんですが、80や100号ぐらいのものを自作で作るのは支持体の耐久的に問題ないでしょうか。規制のものを購入した方がいいでしょうか。難しい質問やぞこれは僕はやっぱね、個人的にはもうある程度耐久的なこと考えたら、買うた方がええんちゃうなと僕は思ってたけど、なんかこう若い人教えてるときはね、お金ないからちゅってって言ってたけどね、なんか大体なんか真ん中あたりに
なんかひび割れじゃないけど起きて、なんか大変、書いてる途中で大変になってるなっていうのをよく見かけた。なんでですかってよく言われたけど、なんでって言われても、僕大きいのはそんな、別になってで、なんか一生懸命こう、なんか、パテとかで埋めたりしてたけど、まあ、みちみちされたらその、芸術系のこの大道具系のですね、そういう知識とかあって、ある程度出来あるかもしらんなと思うんですが、ここの一本の線間違えたね。いらんかったね。思うんですが、私個人的には、なんか、ちょっとあんまり自信がないなと、僕は絶対無理だなと思ってます。ごめんね、こんなんぐらいでいい。作った学生の半数近くが、その後どうしたらいいですかって聞きに来てた気がする。いや、無理ちゃうとか、一生懸命パテで埋めたり、なんか真ん中からなんか書いてたらひび割れ起きてきたんですけどと、せめてなんか布とか貼ってたらまだマシやったけど、それでも布をぶち破ってひび割れ起きてきましたとか、おうとか言うて、おそけーとかって言うた記憶がありますけどね。なんか思い出したくないことを思い出しましたね。大変よ、この時期になってもなかなかね、連絡取れんことがいるんですよ、卒業前とかでもね。よいしょ。のりおっちゃんさん、藤井由美子さんもおはようございます。ハーモニーさん、家では下手くそな絵でいっぱいで埋もれてますよ。あ、そうなんですか。これね、ちょっとね、バーンとシェンナとウルトラマリンとか、この辺ね、ちょっとアップで見せたいけど、結構綺麗にね、なんかこう、いってるんですよね。でちょっとこう、やっぱり部屋自体が、暖房もつけてないから寒いので、この辺ね、なんか綺麗にこう、分離色がいってるなということで、自分の中では、まあまあ、塩梅になったやんけと思ってます。バーンとシェンナとこなんやろね、これ。ローシェンナみたいなとウルトラマリンかな。やっぱウルトラマリンって結構分離色的になりやすい、他の色と混ぜたらかもしらんね。どういうことかちょっと見せましょうかね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと拡大します、この映像。よいしょ。よいしょ。なんかこの辺とか黄色とか青とかでつぶつぶのなんか点々、この辺とかオレンジ色とこう青みたいなとこつぶつぶの点々になってたりするの見えますかね。ここなんかちょっとずれてみるかな。でそういうところこう分離色って言って少しこう絵の具が分離しているんですよね。で絵の具の顔料の粒の多分大きさとあと重さの問題だと思うんですけど、顔料と顔料違うもの、はいはい、トークどうしたがなってて、そういう風にこう分離するということなんですよね。で多分そういう状態になっているので、結構それはそれでこう綺麗なんですよ。わかりました？わかりました？ウルトラマリンがなかったんです、実はここ半年ぐらいですなくて、ようやく年末に、ジャングルさんで買って、それが届いて、今回の絵は結構多めに使ってってます。よいしょ。まあ、透明自体の場合はね、本当にそういうこう絵の具のなんかこう綺麗さみたいなのに面白がれる人っていうのが結構伸びていくかなと。そういうところが結構面白がれたら、より皆さん楽しくもなっていく道具じゃないかなと僕は思ってます。今日ある種の粗めですね。今日粗めです。こうオレンジ色が確か粗めだと思います。黄色が
厚みの薄い100何グラム知らんけど、の、粗めやと思います。確かね。まあ、アマゾンさんですけどね。昨日ちょっとそのコメントが、こっちはあれじゃないですかって、僕の、買ってるサイト、アマゾンさんでは、そういう風に言ってて、このフランス語と英語と書いてあるかな。よいしょ。あれ、くっついてあるな。ラフって書いてます。だから多分粗めです。粗めで合っていると思います。間違えてたらそれはある種者の表記のミスだと思います。でちょっと塗り残しながら影のところを描きながらですね、下地を生かしながら、この高揚感描きながら、この辺があれなんですかね、こう奈良県庁になるのかな。ここちょっといいとこですよね。このまた裏に、芸大のなんだ合宿所じゃないわなんや合宿所じゃなくてなんか施設があるということですひろしさん、鬼小平でお世話になりました。先生の動画を見て最近アクリル画も描いているんですが、グラデーションうまく描けません。絵の具の特徴で難しいでしょうか。ですね、多分ね、多めにもうドバーッと出したら、今日ねアクリルでやろうか迷ったんですよね。結構ドバーッと出して一気にやるもうそこですよ。もうそこにもうドバーッとこうもうパレットじゃなくダイレクトに行ってドバーッと行くぐらいの気持ちでと思いますけど、もうそしたらいけると思いますよ。ある程度ねいけると思いますので、ちょっとその辺をこうですね躊躇せず行かれたら、ひろしさんでいいんですよね。じゃあね、ひろしさん一等賞が部下の方やった方でいいんですよね。うわすげえにじんだぜ。じゃあよいしょよいしょ。奥木跡さんも明けましておめでとうございます。みちみちさんありがとうございます。やっぱり手に入る最大が 180×90 ぐらい。あ、そうなの。次目ができてしまうんで、そこからひび割れとかじゃないと思ってた。あ、そうなの。90×180 ぐらいだよね。うくきあとさん、皆様明けましておめでとうございます。藤井さん、今年53歳ですが、油絵全然大丈夫です。全然155歳まで大丈夫です。多分155歳の人は若干こうテレピン油とかが心配なんでね、推奨はしませんが、テレピン油とかのこう揮発性油がですね、日頃こう生活の中で多分昭和生まれの方は全然問題ないと思う。大正生まれの方も全然大丈夫だと思いますよ。明治生まれの方だけはちょっと僕何とも言えない。保証はもちろんしませんので、そが大丈夫やったからとか言わんでください。私はそんなことは知りませんので問題ございません。全然やってみてください。もう遠慮なくどんどん行ってみてください。ちょっと中心をなるべくこう書き込んでいくスタイルに今回ちょっとしていってます。声はやってもいいんですよ。周りこう端の方まで緊張感持っていきやとかってよく言いますけど、あえて逆に常にあえてもあっていい。それが美術の面白いところです。よいしょ。もう全然もうなんかもうで早いうちなんかね、もう見てもうたがいいですよ。私だけじゃなくてもね、専門家の人に、もう高評価に送ってきてもうて、ね、もちろんそれが一番私としては楽なんですけど、もう皆さんそうですよ。なんかこう水彩画とアクリルと油絵、やっぱこうアクリルの場合は透明水彩みたいにも使えるし、油絵みたいにも使えるので、その自分がどういう絵を描きたいかによってこう振っていかないといけないと思うんですけど、油絵に関しては厚く塗る薄く塗るあるんですけど、透明水彩とは全然違うから、その辺の使い方を間違えたりするとこうちょっとこう、おっとなってしまいますので、その辺だけは早めにですね。どうしたってね、死ぬほど可愛い声聞こえましたね。
どうしてんのって、この辺もちょっと濃く塗ったとこも少しこう乾いてくると、おそらくこう薄くなってきますので、で2層目でまだ2層目という気持ちでやってます。少しこう全体像を見せつつ、少しこう大きく作りながら書き込みもしつつ、で3層目になったら、かなりね細かく書いていこうかな思ってます。よいしょ。どうしてた？ちょっと筆のこうですね、穂先毛先を使いながら、よいしょ。そして前の方ですね。アージャックさんも小滝さんもよろしくお願いします。年末に、唐津行ってきました。唐津ですね。唐津。ウッド双葉さんもおはようございます。絵の具さん、私は60過ぎて挑戦して何年かになりますということで、絵の具さんがコメントくださってますよ。ね、全然そんなんいつ挑戦してもね大丈夫ですよ。150歳の方がねもうテレピーニュでわってなってしまったらあれなんで、その辺はちょっとですねあれです。日本記録保持者が油絵を始めて翌日とかになったら僕ね何とも言えないのでねはい知りませんけど、適当なことばっかり言うてます。適当なこと言えるのがいいですよね、世の中ね。そうなかなかもうね言論の自由がどんどん世の中なくなってきてますからね。この辺りでちょっとマスキング液を剥がしたいなと思いますので、若干こう乾かしながらちょっと進めていきますね。埼玉里さん、私は学生時代から33年後に始めました。確か長野のローズさんもそんな感じだったようななんかね、ありましたので、皆さんね一富士二鷹三なすびちょっとじじくさくないですか違うんですよ、あれなすびまず書いて何気なくなすびをまず書いて何気なくというか富士山を忍さんという方がいつも書き初めでは富士を書いてますっていうのを言うてはったから、で富士山を元旦の動画に上げようと決めていたんです。そうするとなんか一個足らんなと思ってっていうだけです。はい、初めから狙ってたわけじゃないです。ナスビは庭で採れたやつをこんな株を描こうと思ったんですけど、ナスビももう年末最後のあれやったからちょっと取ったというだけです。ちょっと乾いてないな。まあじじくさいと言われますけどじじいですからね。へへへへ。皆さんね、よいしょ。ということでマスキング液をちょっと剥がしていきます。もうちょっとなのでね、この辺はちょっとやっぱドライヤーから遠いので、ドライヤーここにあるんですけど、この辺からなんでこの辺が若干弱いです。学術的にはおじさんは35歳からなんで、もう僕は13年もおじさんとしては、経過しました。おじいちゃまかどうかで言うとちょっともうちょっとあれなんですけど、江戸時代初期やったら多分もう死んでるんじゃないですか。家康は70何歳まで生きてますけどね、確かね。これ全然書いてなかった最悪や確かね。よしという感じで行きました。いい土台ですね、綺麗ですね。自画自賛出たまたおっさん自画自賛しとるわ。ちょっとなんかないかな。最悪。ちょっと待ってくださいね。いらん紙を探してます。いらん紙。よいしょ。いらん紙。いらん紙がないぞ。よいしょ。
これ緑のね、これは一応まあこれなんか Amazon さんでは細めって書いてました読めへんかったから逃げおりましたねあれちょっとね、マスキング代わりにね、ごめんなさいね、もうこれ全部使いましたんでね、マスキング代わりに、ただあれをうまいこといいかよいしょ。まだまだですよ。プランターで大きなナスもね、なんかね、僕がちょっと家庭菜園から若干こう熱が冷めてしまった途端に妻がやってくれたらすっとうまくいきますよね。僕みたいに何にも勉強せずにやる適当な人間はもう本当にもうDM があった。もうこれいらんな。DM があった終わったんでですね。めっちゃどうしたの？どうしたの？おいでおいで。どうした？誰？トーくん？トーくん？誰？おいでおいで。おいでおいで。おいでよ、いいよいいよ。お庭外じゃなくて来ていいよって。お庭外はいいんやけど、おいでよ、おいでおいで。おいで。おいでおいで。パパ仕事してるよ。おいでおいで。皆さんに明けましておめでとうって言うたらとこおいで。何とか言ってますよ。そこにいるんですけどね。よいしょ。よいしょ。おいでよ。おいでよ。飛びすぎた。飛びすぎた。指がついた。完全なる集中力を欠いてますね。後ろに何かがいると思うと緊張感が。おいでよ。おいでよ。中途半端にそこにおるんやったら早く来て。もう来てくれた方がええわ。おいで。全然来へんな。よいしょ。ね。ちょっとまあ偶然的な。何してんのあなた何してんのちょっとごめんなさいね。何しとる何してんのそれ。おいでよ。おいで。やだよじゃない。パパやだから嫌われました。パパやだということで、すみません。ギコギコ言うてるのは放送事故ではございません。なんかギコギコ、なんだあれでなんか、車のおもちゃで遊んどるだけですので、皆さんご容赦ください。まあちょっと偶然的なのもペペペペと入れてみました。はあ、疲れた。西田さん、もうちょっと上から読んでいかなあかん。ちょっと待ってね。藤井様、プランターでナスビができてましたね。まだまだなんかね、伊藤千恵さんなんかプランターのやっぱりこう切り方みたいなのちゃんと YouTube で勉強してねやったらなんないいナスビになってました。東大寺浮かび上がって雰囲気のある絵になってきました。ありがとうございます。としさんおはようございます。遅くなりました。ゆきちゃんおはようございます。鹿さん見たくなってきました。これはなんていうの？栗城さんっていうのかな。初めてかな。ありがとうございます。描けますよ。楽勝ですよこんなもんね。栗城じゃなかったら言ってください。泡じゃないよね。老眼すぎて見えない。伊藤千恵さん今年も可愛さ爆発。西田愛さんね。白色の絵の具を使うことあればガンガン使ってます。もう全然ここのところのなんかグレートーンみたいなのを白入れましたよ。僕のこのパレットおじさんがただいるだけでこんな透明水彩ガンガン僕が使ってます。この矢印は出へんのか。今おじさんが今消えましたけどね。また下から出てきましたけど、このおじさんのちゃうな
この絵の具、これ白ですよ。これチャイニーズホワイトですよ。なんかグレートーン作りたかったら僕も入れてますよ。もちろん髪の白さに対して薄く水でやっていくっていう風にしてもいいんですけど、なんかこういうのぐらいもやがかった絵とかやったら、僕なんか全然遠慮なく入れてってもええんちゃう。僕はね、もうすみません、絵が良ければええんですよ。アンドリュー・ワイスの絵でガッシュって書いてあるのあれ、普通に多分白絵のことやと思うんですよ。ガッシュって書いてある。だからその辺はもう本当になんか、これはダメっていうのが、別にねその教える先生によってはあるかもしれないですけど、私個人的にはもうね、皆さんが良ければいいんじゃないのって、もういい絵ができたって思えばそれが一番なんじゃないかなと思ってますんで、その辺皆さんもね、自由度高いなんかね、思いでいいんじゃないでしょうか。疲れるんですよ。これやっちゃダメを考えていくのって疲れるんです。禁止なことを考えると疲れるじゃないですか。でもうこれやったらダメ、僕はね、そういうパブリックな仕事についてたことあるんですけど、基本ダメから始まりますから、世の中って世の中でも僕はこれやりたいやけどね、それの確認取ってダメ、これダメってなっていって、もう新しいもの作るっていうことがね、前例がないということでよく止められていたんです。いやとかね、今みたいに例えば前例のないような震災が起きたりとかして、前例ないじゃないですか、前例ないことを聞くね。だからはい、わかりました。西田さん ありがとうございました。お土産も名古屋の方はせんべい率高くて、金の箱はあれですよね、多分コージ N さんでよかったのかな。全部美味しかったです。あさりせんべい、エビせんべい、何せんべいやったかな、いっぱいいただきました。ありがとうございました。少しなんかザクッと、この辺ちょっと画面が光ってますけどねなんかミニカーかなんかの後ろになんかついてる、タイヤついてる、それギゴやってるんですもんね。ほっといたってください。もうね、好きにしなって感じですね。という感じでございまして、2層目がある程度このぐらいでかなと。そして最後の3層目を少し書き込みながら、今50分経過、今日10時ジャストスタートやからめっちゃわかりやすい。今またちょっと白入れましょうか。それでもね、結構色つくんですよね。だから僕はもうその辺全然気にせずにいきます。ダメを考えるよりえんちゃうって考えてた方が楽じゃないですか。なんかね、確かね、世代的になんか近いですみたいな話をしたような記憶がうっすらと、僕より30ぐらい若く見えましたけどよいしょ、っていうことは18歳に見えたってこと、ね、かけそうでしょ。ちょっと周り騒がしなりすぎましたけど、もうそうなったらそうなったで、あとは突き進むのみかなっていう感じで、全体のバランスを見ながらですけど、少し出ているも書きながら、少しこの隙間から見える、後ろからに見えるこの森とかを描きつつ、中心がぐっと引き締まってる絵ですけどもよしね、よいしょ。一番勇気のここやね。全然まだこの辺乾いてなかった。よいしょ。でもこれ単調なこれ色になりそうやなと、やばいな思ったらちょっと水とか足したってトゥッとやってったり、もう書道のことか。グワグワグワ。ちょっと木の位置も少し変えてます。いいんです。この桜の木多分次の年には違う枝になってますからいいんです。ほっときゃね、
まあ言うてしまってたらもうね元も子もないですけど、写真撮り方うまいですもんねごめんなさいね。ほんとね、ちょっとこのライト一回消してみましょうか。これ左下光ってるんですよね、ちょっとね。よいしょ。こんなもんなんですよね。ここでもここまで白くないですよね。ちょっとね写真の撮り方がやっぱうまいんです。ありがとうございました。もうすいませんでした。青入れました。ウルトラマリンブルー。ビュー。まあ不安やったらちょっと水を多めにしたものでギューッと描いた上にね、そこに例えば色をちょんとか足してみたりこうして、でこっちに行けば行くほど太くなっていくわけですからね。それだけの前提、まあ完全にじゃなくていいんですよ。でも段階踏んでちょっとずつこっちが太くなっていくということだけは、前提として持っておいて、あとはもう結構大胆にぐーっといってね、こう不安やったらちょっと水気の多いもので書いて、よいしょ。こんなんできやんわーって突っ込んでるでしょ。ですね、もう実は能力者ですからね。での人ですからね。皆さんが考えていることも分かります。まあ全部行くのが不安やったら、例えば、ね、こっちの方だけにしてみようかなとかですね。能力者です。ね、何やったっけ。来てますやんか。古くすぎてね、今の若い人何言うとんねんって感じでしょうけどね。来てます。こんな大胆にいけないですわ。まあ残り30分ちょっとを細い描写とか細かい描写をしていこうと思って今回のタイトルにしました。分離色の青、ウルトラマリンブルー、ピッて逆光です。前ですもうちょっと太くしたいね。前です。桜の木です。まあ東大寺はね、そういうこういろんな役割れするために木がからのあれで確か建立されたんじゃなかったですか。歴史弱いので誰か教えてください。聖武天皇でしたっけ、奈良の人がなんか情けないけど、はい。あら、なんか止まった。大丈夫？止まってない？チャットが止まってるけど大丈夫か？動いてる？大丈夫？皆さん固唾を飲んで見守ってました。ここの線、写真よりも若干比率があれなんですけど、比率が若干どう言ったらいいの、この紙の方がある種はフランスのサイズなので、ちょっとだけ幅広いっていうのですね。っていう、この辺マスキングテー液が剥がれてませんがいかがですか。今日奈良県民コメントくれてへんの。帰れたかな。羽田の事故もね、本当にこうかわいそうにね。あとはもう本当乗ってらっしゃった方もね、あれですけど、友人が、北海道の友人がやっぱりこう関西経由で帰ったって言ってたから大変やったねって言って、まあこうちょっとずついろんなもの差し込みながら1時間程度経ってまいりました。花ちゃん、皆さん明けましておめでとう。花ちゃんもおめでとう。花ちゃんって花ちゃんって感じだね花ちゃんおめでとうございます。もう皆さん遠慮なくコメント、よし今年の目標はチャットにコメントすることよとかでもいいですしね、失敗したらもいいですよ。全然ね、失敗したらいいんですよ。すぐ取り消しって頑張ってね、そこのねボタンを押せばね取り消せますからね。そこね取り消せますから、失敗しない。誤字脱字があってもいいですよ。もうね、初め誰だってそうですよ。よいしょ。もう鬼好評の僕漢字読めなすぎでしょ地名の山とかね、地域のなんかとか全く読めないですもんね。ほんと漢字弱いですもんね、この辺全然乾いてませんでした。よいしょ。
この辺も全然乾いてませんし。まあちょっとこう、ある種のこのブロック式のものやったら、ちょっとこう、たわんでて、乾きが遅いとことか出てきますもんね。という感じで、大きな作りとして、だんだんとこう作っていきました。あ、動いてます。よかったよかった。みちみちさん。急に皆さんがピタッとこう止まるときあるんですよね。一回パレット掃除しましょう。多分これ3回目かな。1時間で2回、丸々2回1回掃除していることが分かります。よいしょ。あとはちょっと老眼と、今日私なんか皆さん気づきました？私の姿見て。なんか気づきました？気づいた方には何もあげませんが、なんか気づきました？鼻の穴がヒクヒク動きますけど。よいしょ。すみません、ドライヤーで乾かしてつ間、ちょっと暇つぶしを。なんか気づきました皆さん？月さん、いいですね。大学で、教育学部の美術科を卒業し、小学校の教職を退職して、38年ぶりに水彩画を始め、毎日先生の動画見てますと。先生のお人柄が素敵ですと。月さん、ありがとうございます。38年ぶり。すごいいいことですよ。私、言うていいんかな。私のメンバーの方、2人、元小学校の先生います。はい。そこまで僕は知ってます。で、その人多分言ってたんちゃうかな。一人は、勝手に公募展の上位者です。もう一方は出してないかな。今回は出してなかったっけな。どうやったかな。ちょっとどれやったか忘れましたけど、出してたかな。二人いますよ。でも一方小学校じゃないかな。で、中学校の先生も僕はおとついにラーメン屋でたまたま会った人とか何人かいますよ。ラーメン屋で会ったんですよ。おめでとうございますとか言って。おとついかな。おとついか。びっくりしますよね。チビがもうだだこねまくって、もうイライラしてたんですけど、そこ見られてしまいました。仮面ライダー W のあれを遊園地持っていくとか言ってですね、もう最悪ですよ。もう家帰んのと思って、もう出かけてたんですよ。仮面ライダー W のあれを持っていくんや。今 W って感じですもんね。我が家は今仮面ライダー W と、仮面ライダー V3 が流行っております。でもそれでギャーギャー言うて結局もう一回家帰ってようやく大牟田の動物園着いて、でもうなんか動物見ずに遊園地で遊びたいってずっと遊んで、ようやく動物を見て、4時ぐらいになってぼちぼち帰らんと思って帰ろう思ったら、今度はカピバラの人形が欲しいって言い出して、うえって、もう地獄のような動物園でした。結局家帰ってカピバラの人形を半分が妻が、残りは私が作ったという、相変わらずの王様でございます。我が家の刈り上げ番長でございます。お兄ちゃんですけどね。弟も若干最近クソわがままになってきてますけどね。2人、刈り上げ番長がいます。総大将がいます。初期がいます。総書記がいます。我が家のですね。で、少しこう細かい描写。すみません。わかりました。僕の変わったところ。全然関係ない話なんですけど、すみません。わかりました。間違い探し。前髪、髪の毛の色黒なった。髪型少しカットした。前髪、髪型、メガネ。正解は、朝、たまに、1ヶ月に1回ぐらいバリカンで、めっちゃおっさんってめっちゃ長い眉毛が生えてくるんですよね。めっちゃ村山富一さんって元総理大臣の人をイメージすると皆さんパッと思い浮かぶと思うんですけど、で1ヶ月1回とかにたまにこうめっちゃ長いの生えてるからバリカンで5ミリぐらいにこうセットしてなんかこうガチャガチャとこうソケットみたいにつけてでやるんですけど、そのソケットがバカになっててほぼこうなんか今眉毛ないんですライブ配信始まる前にどうしたらいいかなと思ったら書いてもらいました。ありがとうございました。
それはちょっと恥ずかしいねっていう顔で見られながら描いてあげようかということで眉毛を描いてもらってます。ありがとうございました。今日はですね、眉毛描きスタイルでお届けしております。韓流スタイルです。いわゆる韓流スタイルで今日はお届けしているライブ配信でございます。まさかの韓流スタイルという正解、誰ももちろん出ませんでしたね。で、この辺りというのを、少し密度を上げながら全体的にあと20分、30分密度を上げていって、フィニートしていこうかなと思います。疲れた。喋りすぎた。新年早々喋りすぎました。眉毛ですか？眉毛。ほぼ全剃りです。もう多分ね、五輪狩りみたいになってます。眉毛だけ。早く1週間ぐらい経たんかなと思いながら、毎日描かなあかんかなと思って、あんま外出ることもあれへんかなと思いながら、眉毛がないが正解でした。正解者なし。残念。ね、本当にね、こんなね、普通に仕事始めとかやったらめっちゃ恥ずかしいですけどね。なんとかうまく逃げ切れますもんね。もうめっちゃ恥ずかしいですよ。全剃りですよ。ほぼ。鬼公表も2週間ないから、よしよかった。逃れれた。よいしょ。もうほんとね、年取ると眉毛めっちゃ伸びるんですよね。みちみちさんあたりの年齢からそうなってきますよ。皆さんね、気をつけてくださいね。気づいたら考えられないぐらいの毛が生えてますので。声出ますもんね。これ何って言いますもんね。全然気づかなかった。全然気づきませんでした。木の枝から見える東大寺素敵ですねと。ね、素敵でしょ。でちょっとビビッドなですね、オレンジの葉っぱも、これも一応透明水彩ですよ。でも不透明じゃないですか。不透明に近い。一応透明水彩として売ってるなんやろうね、ようわからん色やけど、だから別に白混ぜてもこれ不透明じゃないですか、どう見ても。僕はいいと思ってて、白を使ったらあかんって、これもなんか不透明感あるような顔料やったりするから、別にええんちゃうのっていう感覚ですね、僕なんかはね。よいしょ。疫病退散というね、あれでね、こういうことです。よいしょ。少し細かい描写も入れていっております。よいしょ。気をつけますと。気をつけてくださいね。僕と全く同じようにね、45ぐらいから考えられないことが起き出しますから、体に。眉毛がめっちゃどうやったらこんな長なって生き延びて生き続けんのっていう眉毛が出てくるのが40を過ぎてからの体の変化ですね。皆さんもありますか？なんかね、あたりにもちょんと上見えてないですね。よいしょ。あとはちょっと細かい描写をしていきながら、だらだらと、もし質問あったらしてください。もうあとは細かい描写をしながらですね、密度を上げていこうと思います。綺麗ですね。やっぱ分離色って言ってね、青がペンって入ったところがちょっと分かれた感じとかですね、大胆な下地と、細かい描写もうよりこれからしていきますからね。ひよっこさん、質問です。最近よく絵を描いているんですが、浅地のキャンバスの他にも表現の幅を広げたいです。他の指示体や画材の組み合わせでこれが面白かったというのがあれば教えていただきたいです。浅地のキャンバスの他にも表現の幅、何がいいかな何がいいかな。油絵ですかね。油絵でいいかな。油絵やったらば、僕は白味っていうのをやってたりとか、板にですね、布貼って白味、要は綿の布とか僕は貼ったり、和紙を貼る、方法とかもありますし、面白かったというか、僕はそれで大体やってます。で、あとは
麻布のキャンバスやけど、麻布の裏の地、麻のままの状態ね、要はエマル状のこういうキャンバスの塗料が塗っていない状態、そういうので描いても面白いですよ。その状態で描いても描けますので、それはそれでザラッとしたような表情になって、もうね、昔でいうロー画と呼ばれるエンカウスティックっていう方法があるんですけど、まあそういうのも面白かったりしますし、あとは何やろね、油絵、紙に描いたりしてるやつとかもあるんですけど、結構厚めの紙やないといかんかったりするので、まあこういうある種みたいなのとかにニカワ引いて描いたりするような方法とかもあります。で、まあ油絵が油絵やったらそんな感じで、何が面白かったって、なかなか僕どれでも楽しめる人なんでごめんなさいね、何でも楽しいんで、多分一番楽しいのを続けていくと思うんですけど、結局どれも楽しいからどれもいろいろやってるという感じなんで、ですね、僕はどれも楽しいですよごめん、答えに最後なってないけど、いや結局飽きてくるから、なんかまた違うことやってみて、でも結局は油絵に関してはもう20年以上基本的にはほぼ変わらずやってるってことは飽きんかったんでしょうね。おそらくそういう動画もたくさん上げてますので、これから多分見ていきやったら、あ、こんなんもあったんやとか、こんな書き方もやってやんねやとかっていうのに行き着いていくと思いますので、よかったらね、また見てみてください。いろいろ結構そんなのいろいろやってますよ、おそらくね。で、細かい描写をということで、枝とかをちょっと枝をね、シャッシャッと描きすぎでもったいないなと。かっこよく描ける人やったらいいんやけど、描けへん人やったら、ある程度線とかもね、大事に描いてあげりゃいいのに、多分他のなんかね、人とかの真似かなんかわからんけど、シャ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 とやりすぎてて、あ、もったいない、最後の爪のとこでこの枝とかもったいないなとかっていう人いるので、ちょっと今日は僕がもしかしてそういう悪い影響を与えてしまっているかもしれないので、最後のところを少し丁寧にやって今日は終わりたいなと思います。新年一発目ありがとうございました。皆さんね、本当に。もちろんもうちょっとね、いろいろ書いていきたいんですけど、いつも言っているように1時間半でこのタイムスケジューラーと呼ばれるおじさんがね、だいたい11時半やったら11時半、11時やったら11時、そこで終わらすというね。まあ、妻が呼んでるだけですよ。時間通り終わるねと。はい。それ以上に前の仕事がですね、時間以上に働かないことを目標に動いてましたからですね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。少し密度がここもマスキング液がちょっと取れてへんけど、後で取ります。終わった後取ります。もう枝とかだいぶ変わってますけどね、別にもあんま気にせずに。よいしょ。よかった、今の質問。大丈夫、ひよこさん。ありがとうございます。あ、滲んでこないですよ。裏キャン。意外に2カール引いてあって、滲まないですよ、多分。で、裏キャンにまたそのジェスを塗ってみるとかっていうのとかね。なんかもうキャンバスを貼り木とかで貼るときに、白いエマルジョン地の乳白色の方じゃない裏を貼って、それになんか塗るとかっていうこともできますので、なんかそこに例えば白味塗ってみる。白味だったらちょっとキャンバスがたわんだりしてひび割れ起きたりするんで、あんまり推奨はしないですけど、なんか例えばキャンゾールとか、何やったっけな、そういういろんな各絵の具会社が油絵用の下地剤みたいなのを売ってたりしますし、アクリルの系でもまあ多分そんなに大きな問題ないんちゃうかと僕は予想してるんですけど、まあそういうのとかですね。意外とたわまないですよ。意外とタワーマンじゃないですよ。タワーマンってなんか言うてる感じですね。タワーマンションみたいに聞こえましたね。タワーマンション。おもないわって。なんか突っ込んでますか。鼻毛も伸びてきますよねと。夫も眉毛をやたら伸びます。頭の毛は伸びません、チャッピーさん。
ね眉毛ね、もう考えられん伸び方してる時あるんですよ。なんじゃこらと。富市さんのことをね、若い頃、わあ、素敵な眉やなと思って見ていた自分が情けなくなるぐらい、こう、富市師匠です。大分にお住まいやったかな。富市村山師匠元ですね。もう本当考えられへんっていうぐらい。で、それでこうなんか、もうやばい、これはめっちゃ恥ずかしいぐらいやと思って、ちょっとやったら、全反りという結果に終わりました。気をつけましょう。という感じでございまして、ちょっと最後、密度を上げながら終わっていこうかなと思いますけど、なんか質問があればしてください。なら。まあ、ここの友人がなんか嫌味ガラセのように飲んどるでとかいっぱい LINE 来ましたね。腹立つわと思ったんですけどね。年末から年始にかけては年末年始かな。腹立つわと思ってね。早おいでとか言われて。ふざけんなーっつってね。ちょっとね、こっち側が光ってるからね、なかなかここ側がね、なんか難しい。ちょっとこれも消してみようか。こっちかな。もうちょっとライトを下げてみようかな。上からとあれしてるから光ってる。これだとちょっと暗すぎますもん。全体暗いですもんね。難しいとこやな。この辺が光って見えてましてね。なんかね。よし、ちょっともうスパートかけるごとくいきますね。ビュー。よいしょ。もしも本当になんかこういうのやってほしいとかまたありましたら、100円ショップので書いてくださいっていうのはありましたけど、やっぱね、やってみて、昔やったことあるんだけどね、ちょっとね、絵の具がやっぱりね、やっぱいいもん描きたいし、なんかね、その後、例えば、支援してもらう、ああいうあれにするには、ちょっとね、なんか納得できないような、義援金作品にしたりするときに納得いかないものになってしまったりすると、ちょっと申し訳ないというので、そういうのやってませんけどね、また機会あればやってみてもいいかなとは思うんですが、昔やったりしたんですけどね、100円ショップの絵の具で描いてみたりとか。絵もはええと思いますけどね。ちょっとこれはってなってきたらなかなかね。まあ今ちょっと暗い色で描いてってますけど、先ほどの西田さんのあれじゃないですけど、明るい色でね、別に描いたっていいんですよ、こうやってね。枝とかがフィューっと暗い中で、明るいのがシュー、別にいいんじゃないですか。わからないです。めっちゃダメっていう先生のもと教わってたらもうダメでしょうけど、僕は多分ほぼダメって言わない人なんで。はい、泣きました。はい、お兄ちゃんと喧嘩が始まった。楽しかった。本当ね、心から底から出てる感じがあるでしょ。いや、本当楽しいんですよ。なんかね、まあ多分僕の場合スランプならないのはいろんな画材使ってるからもあるんでしょうね。なんかもうそこ楽しみたいなと思ってやってるから、今日やったらちょっと基本的な、セットでもできる分離色を試しつつ、大きな土台とかを作りつつ、細かい描写をするぞというのと、なんか目的としては今日はもう本当に新年のなんか厄除け祈願的なところでなんか、じゃあ東大寺書こうかなみたいな自分の中の今日のテーマみたいなのを作って、なんかやっているからというところもあるのかなというふうに思いますよね。だね。まあ、こんな無限ループで書けますけどね。
油絵和紙を貼る。大丈夫ですよ。和紙貼って、それで煮皮で和紙貼って、で、それは、煮皮で和紙貼って、確かね、レンブラントとかの下地も、下地じゃないか。でも時代の1600年代ぐらいに、やっぱり貿易が、当時、あれで、ね、確か和紙って渡ってるはずなんですよ。時代に。それで江戸時代になって鎖国していくわけですけど、確かね、和紙って、僕なんか昔読んだ記憶あるんですよね。レンブラントと和紙っていう本で今も出てるんちゃうかな。で、まあ、それは水彩とか、版画とかの話やったりすると思うんですけど、で、和紙張りってありますよ。まあ、その辺は絵の具さん本買われたらいいと思います。僕いくつか多分この辺推奨してますよっていう本があって、それで多分東京芸大が出している本とか、むさびさんが出している本とか、むさびさん出している本に載ってたかどうか覚えてないですけど、確か載ってたような、その辺は買われた方が多分説明しても無理やと思うので、はい。ベルトコウタさんかな。かわいい絵文字。出遅れました。そろそろズッサンさん終わりです。素晴らしいですね。描き込みも息を飲んで見てしまいましたという、なんかすごく大きなね、密みたいなとか、見せ場みたいなのとかも分かりやすくて、よろしいおますんじゃないですか。ということで、1時間21分。すごいですね。体になんか、ね、時計がもう100、200何回もやってると染み込まれてきたんじゃないかなと思いますけど。ということで、以上でございました。おー、いいやんけ。どないですか？細い線もちょっと入れましたけど、どないでっか。グラデーションもね、グラデーションですからね。グラデュエーションは卒業ですからね。たまにいますよね。今もたまにキャンパスってありますけどね、キャンバスですからね。はい。むさびの方にもさらっと和紙張りのこと載ってました。そうね。素晴らしい。サンキューベリーマッチ。ありがとうございました。1時間90分で描いたということでございました。新年一発目、いかがだったでしょうか。皆さんもなんかリクエストとかあれば、ぜひぜひお待ちしております。本年もよろしくお願いいたしますということで、以上でございました。終わります。お疲れした。終了。